今回の動画ではベイルトン GP50 をこれ1台でどこまでいけるかという視点で使い倒してみます。こんにちは、イサムです。ベイルトン GP50 のレビューを3本立てでお送りしてます。3本目のテーマはこれ一つで現場を回せるかです。早速見ていきましょう。GP5 からの進化点として本体フットスイッチが2つになりました。さらに外部端子が増えてフットスイッチ、エクスプレッションペダル、MIDI 機器が接続できるようになってます。つまり GP50 は本体だけで完結させる、フットスイッチで拡張する、MIDI で使い倒す、この3方向に育てられる機材になったということです。組み合わせ自体はたくさんありますが、それぞれのスイッチに何をさせたいかで考えるとシンプルです。例えば本体スイッチではパッチ移動、ストンプ操作、チューナー、ルーパー、外部フットスイッチではパッチ移動、タップ、チューナー、ルーパー、エクスプレッションペダルではボリューム、ワウ、パラメータ調整、MIDI 機器では任意のパッチの呼び出し、ストンプ操作、こういったことができます。なのでこの中から自分の演奏スタイルに必要なものを選ぶだけになります。今回はこの中から本体プラス MIDI と本体プラス MIDI プラスデュアルフットスイッチ、この2パターンを実例で見ていきます。僕の場合は本体スイッチはチューナーとして、外部フットスイッチはパッチ移動として、MIDI 機器で任意のパッチの呼び出しまたはストンプ操作といったことをやってみたいと思います。まずは本体プラス MIDI の構成です。僕の最近のライブを想定すると、曲中に任意のパッチへ飛びたい、エフェクト構成ごと切り替えたい、タップやルーパーは使わない、こういった条件になります。この場合は本体スイッチは演奏中は触らない、MIDI 機器はパッチの一発呼び出し専用として使うという割り切りが一番シンプルです。本体はパッチモードにしておいて演奏中は基本的に触りません。これは同時押しでチューナーが起動してしまう誤操作を防止することになります。MIDI にはチョコレートプラスを使用します。TRS MIDI 接続にすると内蔵バッテリーで動くので電源いらず。今回は4つのスイッチにパッチの81から82、83、84と割り当てます。やっていることはとても単純で、コントロールチェンジでパッチ番号を指定して、スイッチを踏んだらその番号にジャンプする。スイッチを踏んだらその番号にジャンプするというだけです。グループを切り替えれば、85、86、87、88も同じように呼び出せます。これでクリーン、バッキング、リード、特殊音色みたいな構成を一発で迷いなく呼び出せる環境が完成します。それでは実際の MIDI の設定を見ていきましょう。コントロールリストによると CC の0番がパッチの番号を呼び出すものになります。ですので CC0 としてパッチの番号を直接打ってあげればいいことになります。実際のチョコレートプラスの PC 上での編集画面はこちらになります。TRS MIDI 端子を有効にするために TRS MIDI を選んでおきます。CC を送れるようにアドバンスとカスタムモードを使います。編集するグループを選んで、その中でも編集するスイッチを選択します。パッチを一発で呼び出すときは、スイッチの動作モードは、踏むと決まった MIDI-CC を送信するシングルバンクインフォメーションを選びます。バンクの設定としては、購入時は GP50 は MIDI チャンネルはオムニになっています。MIDI タイプを CC、データ1はパッチ番号の0、データ2は指定のパッチ番号、この場合は81番を呼び出すということで81を設定しています。次にもう1台踏み込んだ構成です。本体プラス MIDI プラスデュアルフットスイッチ。今度はパッチ切り替えとエフェクトのオンオフ両方を足元で完結させます。イメージとしてはチョコレートプラスの4つのスイッチを仮想ストンプボックスにする感じです。例えばこんな構成で、初期状態はノイズリダクションとアンプのみ軽いクランチのクリーン寄りのトーン。そこからスイッチ1でオーバードライブ。これはバッキング用ですね。スイッチ2はコーラスとリバーブ、クリーンアルペジオ用。で、スイッチ3は
プリとして C ワウクライベイビーを選んでおいて、ハンド目のワウを再現しておきます。スイッチ4はイコライザープラスディレイでリードのトーンを作っていきます。これを MIDI で個別にオンオフしていきます。はい、こちらも MIDI のコントロールリストを見ていきましょう。これも GP50 のマニュアルの後ろのところに載っています。それぞれのエフェクトブロックをオンオフすることだけができるような CC になっています。CC の番号49から57がそれぞれのエフェクトのモジュールに相当していて、63以下にするとそれぞれがオフ、64以上にするとそれぞれがオンになります。で、例えばスイッチ2とかスイッチ4のところでやってますが、1つのスイッチに対して複数の CC、複数のエフェクトモジュールのオンオフを設定することができるので、そんなこともやっています。実際の設定画面はこのようになっています。先ほどと大体一緒なんですけど、モードが違っていて、踏むたびに A バンクと B バンクのそれぞれの信号を送信するような、そういったモードで選びます。モードシングルステップスイッチビトウィン2バンクスってやつですね。で、それで下のところに A バンクと B バンク、それぞれの入力の画面が出るので、例えば A バンクではデータ1として55番、モジュレーションをオンにする127。さらにデータ1の57番、リバーブをデータに127番でオンにするというのが A バンク。B バンクは同様にモジュレーションの55番を0オフ、リバーブの57番を0オフにするという設定にしています。さらに今のパッチと同じ構成で歪み強めのセット、歪み弱めのセット、ドンシャリのセットみたいに同じ構成を別のパッチとして複数用意しておく。デュアルフットスイッチでパッチを送ってチョコレートプラスで中身を操る。こうするとバンドが変わったり会場のアンプが変わっても操作感はそのままで音色だけを切り替えられる環境が作れます。現場でささっとその場に合った音を選ぶみたいなことが簡単にできるようになります。はい、ということで今回は GP50 台でライブをこなす、そのための構成例を考えてみました。フットスイッチの拡張によって GP50 はただの小型マルチからシステムの中核になり得ると思います。いじればいじるほど可能性が広がる、とても遊びがいのある機材だと思います。ぜひ皆さんの使い方もコメントで教えてください。それでは今回はここまで。また別の動画、またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。